じゃあ生活のロードロどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーです。ということで今日はプロが無意識でやってるミュート術やっていきましょう。ギターを弾くときにノイズで悩んでる方、ここが分かればプロとの差が縮まります。皆さんはピックを使って弾いてると思います。で、僕はね、親指ウェス・モンゴメリのように弾いてるので、親指の方がねすごいノイズが出ます。なのでピック使ってる方の方が全然有利なんですね。で、ちょっと僕はピック苦手なので後でちょっと紹介しますが、あまり気にせずやってください。どちらかというとね、この左手の方が重要になってきます。では今日はとりあえずメジャースケールを使ってどうやってミュートをしてるかっていうところをやっていきたいと思います。で、そもそもミュートってなんだお前やさんと思われてる方見えてると思うので、簡単に言うとこのね音が出ないこのことをミュートと言います。ロックギター出身の方が多いと思うのでよく分かって見えると思うんだけど、簡単に言うとロックで使うのはこのね、ブリッジミュートね。こういう音がするやつですわね。今日はそのミュートじゃないんですけども、無駄な音が鳴らないように他の弦をどうやって抑えてるかっていうところをやりたいと思います。前置きはいいのでとりあえずやってこまい。A がいいかな、真ん中だからね。ここを使ってやっていきましょう。今でこれをとりあえずミュートやらないでやってみようかな。できるかな。みたいな状態で、これ音あんまりうまくなってないんだけども、何が言いたいかというと、とかね、他の弦触った時に音が出てしまうじゃないですか。なのでそれをなくしましょうよっていうところです。では実際に僕がどうやってやってるかっていうのをちょっと見ていきましょう。この時実は人差し指で音を消していますね。鳴らないようにしてますね。これだとダメでしょ。これができるとね、オクターブとかもねこの技術が必要なんだけども、コードとかもいろいろ使えますので、とりあえず単音でやっていきましょう。なのでこの中指から始めるとき、何指でもいいんだけど、とりあえず今このポジションでやっていこうかね。音出ないようにしてると。で次で小指でこのナインスの音、2度の音やるとき人差し指これも使ってます。で若干ねこの辺は小指当たっちゃったりしてます。ここの真ん中のところだけ抜けてるのでね、ここで押さえることもできます。なのでこの辺の次の弦ぐらいは小指でも一応ミュートしておりますね。で次行こうか。ドレミのとこ、人差し指でここ押さえてます。お気づきでしょうか。全部弦弾いてます。6弦が鳴ってないよ。はい、ドレミのドのところ、これを浮かせてミュートしてます。で小指はね浮かせて、ついててもいいんだけど、そう小指をねここでやるとこっちに当たっちゃうから、なるべく浮かせる。指が長い人は全然それでもいいと思います。でここドレミファフォースだねの時も下の弦基本的に人差し指で押さえてます。で今度薬指に変わってますね。で小指は別に使ってないので次の準備っていう感じだね。でここ5度でそのままさっきと同じ小指下の弦だけ押さえて、であとは人差し指にやってると。で今度このまま薬指6弦でミュートしてます。この時これも人差し指でミュートしてます。で他の弦中指と薬指でミュートしてます。
弾いたまんまそのまま他の指は置いてる感じだね。下手なとこ行かずに。でソの時は中指で2つ押さえちゃってるという感じね。小指この時はもうこれ全部こっちで押さえちゃってで弦によってはここピンピンになっちゃうから人差し指も置いとく感じね。で実はねここ小指若干触れてるんですよね。軽くミュート。基本的にこの薬指中指に任せてる感じね。これで1オクターブこんな感じで弾いてる。では今度下の弦に突入ね。これも人差し指で全部押さえちゃってる。その時はもう中指で上で次上はどうなってるかというと中指でこの辺押さえて薬指3弦ね。ねという感じで移り変わるというか次はここ小指で実は押さえてる。これもねバックアップなんだけどもなんでかってさっきのこのままやればいいじゃないね。人差し指でね。だけどバックアップであと中指に任せちゃう上の方はね。この辺は全部同じ小指で押さえながらまたこっちでバックアップだね。これも若干ここ上に薬指を上に当ててね。これなくすと中指当たっちゃうから、こうやって振ることはないんだけども全部バックアップでね。でここ人差し指とこの辺で押さえちゃうと当たっちゃうから、あとはね当たらないように右手をコントロールでもこれもこのまま小指でこの時は待機なんか鳴ったらこっちで押さえる感じでこっちで押さえるね。軽く触れるか触れないかぐらいあんまり意識してないけどで次こっちね。なったらこっちで、ミュートするという感じね。ここ弦当たらないようにね。こんな感じでなのでなんとか他の指を使って鳴らないように余計な音が鳴らないようにミュートしていたりします。ポジションによるの今はねかなり人差し指に助けられました。じゃあ次形状システム G のフォームで C メジャー弾いてみようかね。こんな感じで基本的にやっぱり人差し指使ってるね。であとは余ったところ上の弦もねここ忘れないように余ってる指で押さえたりしてます。でこっちも若干触れるぐらい基本的にバックアップですわね。こっからだよね。指によるかな。中指いくなら上はもうここはもうガバガバだけど弾かないように気をつけてください。ここの弦はどうしてるかというとで弾いた時にこの中指を若干浮かせて上に当てる。そうするとここはとりあえず当たんないで小指でこっち完全にミュートだね。短いから僕は届いちゃう。指が長い人は分かんないで人差し指もこれバックアップ。思ったら薬指も使えるね。完全にこの辺僕無意識にやってるので
こっち来た時に、この指あたりで56弦をなんとか適当に触るか触らないかぐらいに置いとくとね。この辺も中指で押さえてる、押さえるには触ってるね。でここ重心がこっちから人差し指に移動したところでこっちをグッとやることで勝手に弦に触れると。でこの時も薬指で上の弦押さえてるね、3弦ね。でこの時中指で上を押さえてるという感じですね。でピックの人がねミュートに優れてるのはこの時にこっちでね太い弦をミュートできるの、高いとこに行った時ね。だからこれはねピックの人の方が断然有利なんですよ、ミュート術っていうのは。親指はねいかんせんベタっと寝かせて弾けないんですよね。不利なんですけども、なんとかやっております私は。なんとか結構工夫して意外とやってたんだなと思います、ならないように。ではあと人差し指から始まるポジションがいいか。さっき中指だもんね。こっちでいこうか。基本的に人差し指ミュートでやりながらね。これはさっきと変わんないね。人差し指と小指に頼ると。でここからは中指薬指を駆使して上の弦を触れると。同じね、基本的な構造はここから同じように余った指で上を押さえてる。で人差し指、小指でなんとかでここね、この辺まで同じ。ここからはこの辺中指で基本押さえてるんだね。僕は小指を結構使うギタリストなのでこういう運指になるね。音がこっち触れてるからならない。でこれができるとみたいな。なのでこういうプレイやった時にワンストロークで余計な音が鳴らなくなったり、もちろんウェス・モンゴメリーが大好きな方はオクターブもねこの技術がたくさん、含まれております。人差し指ミュートね。みたいなね、こういうのもいっぱい含まれてます。コードでももちろんそうですよ。ね、ここも今ここの中指の腹で実はね押さえてます。F マイナーこれ弾いた時人差し指の腹で押さえてたりします。当たってるね。これが素直にこれ5弦からこう押さえてやるとなっちゃうからね。こういうコード弾いた時も人差し指のここで腹でやってたりね、なってたり、こういうコードやる時もここね中指で押さえてたり、これは小指だねとかで押さえてたり、いろんなところでこういうミュートっていうのは実はしております。みたいな。
なのでこういうのもどこかしらがなるべく触れてるんですよ実は。ね、でもちろんストロークの時にこの弦を触ったりはしないように気をつけるのが大前提ですね。で最後の必殺技ね、僕の場合はあれだけどピックの方はこっちグッと押さえるかな、ね、何かしらで触れてあげるという技です。なので7線か8線かは分かんないけどこういう感じで実はミュートをしております。でこれってね僕らすごい無意識にやってるんですけども、一番大事なのは基礎練習をしっかりやることなんですね。なぜかというとね、無駄のない動きをすることによって力がコントロールできるよね。こうやって押さえてるとやっぱり遊びができちゃうので、そうではなくて、ね、日々の基礎練習の賜物、ね、指をコントロールしっかりすることができるからこそ、ね、こういうミュート術ができるわけです。なのでそういうのを意識しながら、ね、遊びがないように、ね、練習してみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターを一緒に送っていきましょう。噛んじゃったらイタタタタみたいになっちゃったね。ということでイタタタタと心の中ですごい思ってる私レイだけですけども、 Facebook や Twitter、Instagram などねどえらい低頻度でやっておりますので、もしよろしければそちらの方フォローしていただきつつ、おみやさんはよなんか書きゃとコメント欄で私レイだけをちょっといじってみてはいかがでしょうか。あんまりいじりすぎると私も怒りますよ。ということで普段から皆様温かい応援ありがとうございます。最後にですね、スーパーサンクス、スーパーチャットなどをしていただけると私レイダー家のテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。